こんにちは、ふくともです。今回は私の作業スペースにデスクシェルフを導入してみて、今までちょっと使いづらいなと思ったデスクの問題をまるっと解決してみたので、そのやり方を紹介しちゃいます。デスクシェルフを導入したといっても、デスクシェルフそのまま使うんじゃなくて、今回結構ね、使いやすいようにいろいろカスタマイズしているので、そのあたりについてもお話ししていきます。今回導入したのはアメソバという日本企業さんのデスクシェルフです。木製の優しさとデスクに馴染む白がお気に入り。ご覧の通りこのアメソバのデスクシェルフかなりシンプルで綺麗なんだけど、シンプルすぎて機能はちょっと物足りないなということで、今回はいろいろカスタマイズしちゃいます。ちなみにデスクシェルフってもともと多機能のものもあったりするんだけど、多機能のデスクシェルフってね、ちょっと高いんだよね。ということで今回購入したアメソバのデスクシェルフをカスタマイズすればコスパよく便利なデスクシェルフが作れるんじゃないかということでやっていきます。計画に使うのはもちろん iPad。フリーボードというアプリでざっくりと完成予想を書いてみました。一応サイズとかも測りながらどんな風に配置していくか決めています。今回はこのラフを元にデスクシェルフをカスタマイズしていきます。今回かなりつよしさんの動画を参考にさせていただいてアイテムを購入してみました。購入したアイテムについては概要欄のリンクの方にも貼ってます。まず整理していくのは MacBook 2台。プライベート用と会社用の2台あるんだけど、この2台をクラムシェルで使ってたからこんな感じで縦置きにして置いてたんだけど、まあデスクのスペース取るなということでデスクシェルフの中にしまっちゃいます。モニターで簡単に切り替えて2台の Mac を使用できるから、これで本業も副業もバッチリ。副業で使用するカルデジットは下に収納しました。アクセスがいいから抜き差しもバッチリ。続いて整理していくのは今まで MacBook の裏に隠れていたこの子。ハードディスクを抜き差しできて、私は動画のバックアップ用に使っているんだけど、ちょっとこれもデスクの邪魔になるということで、こんな感じでひっそり隠しちゃいました。イーストフォースのケーブルトレイを使ってデスクの脇に配置しています。これなら抜き差しもできるから OK。続いて反対側の方には、ステンレスプレートだったかな？デスクシェルフの裏面に貼ってます。こうすることによってマグセーフのアイテムが使えるようになるんだけど、ここで活躍するのがマジェットのマグセーフスタンド。今回はこれにマグセーフの充電器を装着して配置。そして余ったケーブルはマグネットケーブルホルダーで固定します。こうすることによって iPhone を充電できるスタンドが完成。向きや角度も変えられるからかなり便利。続いて iPad に U グリーンのマグセーフリングを貼っていきます。よく拭いて装着。ちなみにリングのシールを貼った状態でも今まで通りモフトのケースにしまうことができたので、その辺も良かったなと思います。はい、そんな iPad 用にもマジェットのスタンドを装着します。で、iPad をポトンと置いてあげるとこんな感じになります。サブモニター的に iPad を使うことができるようになりました。iPad の場合はマグセーフで充電ができないから CIO のマグネット変換アダプターをつけていて、こんな感じで磁石で簡単に取り外しできるようにしています。続いては今回一番解決したかったポイント。今までこうやってケーブルホルダーに収めていたものの伸び放題でとっちらかっていたケーブル類。こちらを解決するためにオールテックの片引き巻き取り式ケーブルを購入してみました。今回はこれを2つデスクシェルフに装着するからサクッと測りまして、装着用のアイテムを作っていきます。おなじみのシェーパー 3D で先ほど測ったサイズを指定してあげて、ふにょーんと伸ばしたりざっくり削ったりと直感的に作っていきます。ほんとね、シェーパー 3D って直感的な操作もいいし、こうやって細かくサイズも指定して 3D モデリングできるから最高なんだよね。
ということで、あっという間に完成したデータをスライサーソフトで変換してプリントスタート。完成しました。なかなかいい出来栄えです。両面テープで巻き取り式ケーブルを固定してあげます。そしたらデスクシェルフに装着していきます。ごめんなさい、ピントがボケボケでしたが、はい、無事に装着できたようです。ケーブルの固定にはまたマグネットホルダーを使っていきます。そうするとご覧の通りずるっと戻るようになりました。ちなみに背面はこんな感じで電源を取れるようにしてます。これによって充電したい時にはスルーと伸ばして充電をし終わったらまたスルスルと戻すという最高の流れができました。そんな感じで完成したデスク環境がこちらです。いや、かなり使いやすいデスク環境に仕上がりました。特に気に入っているのが巻き取り式ケーブルで、今まではケーブル類充電で使った後伸び放題でもとっちらかってたので、このシュルッと戻るのがめっちゃ気持ちいいです。あとはなんといっても今回はマジェットのスタンドがめちゃめちゃ活躍してくれましたね。特に iPhone については充電しながらスタンドみたいに置けるからめっちゃスッキリするし便利です。ただね、iPad がちょっと難点あって、私が使っているのが iPad Pro の11インチなんだけど、ちょっと重さがあるから、ズルズルズルと落ちてきちゃう時があります。角度によってはこんな感じで落ちてきちゃうから、そこは要注意かなっていう感じ。まあ何にせよかなり高機能なデスクシェルフに生まれ変わってくれたんじゃないかなと思います。自分で作ったものだと愛着も湧くしね、これからこの環境でますますお仕事を頑張ろうと思います。そんなわけで今回はアトリエをアップグレードできて大満足です。ぜひ皆さんも概要欄のリンク含め参考にしてみてください。最後までご覧くださりありがとうございました。以上、福友でした。バイバーイ。そうそう、本編で伝え忘れてたんだけど、実は iPad を他にも工夫してるポイントがあって、デスクシェルフに常に装着してるのもそうなんだけど、これマグセーフになってるから簡単に外せて、それを別のスタンドに置けるようにしてます。だから絵を描いたりだとか、3D モデリングしたりだとか、iPad で作業するときはこんな感じで角度調整可能なスタンドに置いて作業もできるようにしています。ほんとね、マグセーフって便利だよね。ぜひ皆さんこちらも合わせて参考にしてみてください。